皆様、こんにちは。私は、2500年前、領寿仙にて、釈尊が法を説いたその場に、居合わせた弟子の一人です。本日は、仏説、観普賢菩薩、行法経をお届けいたします。この経は、その名前の通り、釈迦牟尼仏が説かれた、普賢菩薩を見るための行の方法、すなわち、実践のやり方を示す教えでございます。ここでまず、皆様にお伝えしておきたいのは、妙法蓮華経が、私たちが、仏となることを目指す、一仏上という究極の真理を示した教えであるのに対し、この、観普賢菩薩、行法経は、その教えを、現実に体得するための実践法、つまり、やり方を具現化した手引きであるという点です。さらに踏み込んでお伝えしておきますと、この経は、読受する金品を目的としているのではなく、ここに記されている行法に従って、実践を重ねるということです。そして、その行を重ねることで、誰もが、妙法蓮華経の功徳を、単に、感じるにとどまらず、実際に、自らの目で、その描写と光景を、目の当たりにし、仏の声を直接、自らの耳で確かに聞く。そんな霊言を、授かることができるのです。実際、私自身、20年ほど前にこのことに気づき、この経に説かれている通りに行を重ね、3、7、21日間、行を重ねた結果、六下の白像に乗る普賢菩薩のお姿や、釈迦牟尼仏、多宝如来のお姿をこの目で拝し、さらには、そのお言葉も賜るという、言葉では尽くせぬほどの、深く尊いスピリチュアルな霊言を授かるに至りました。ぜひ皆様にも、この行法経に説かれている通りに実践していただき、直接、普賢菩薩や、釈迦牟尼仏、多宝如来、さらには、十方の諸仏たちと出会い、仏の言葉を直接賜ることで、皆様の法華経に対する信解も、一層深まることでしょう。それでは、本日も、どうぞ最後までお付き合いください。まず、釈尊のお弟子の阿難が語りました。このように私は聞きました。ある時、釈迦牟尼仏は、釈尊がたびたび訪れた微舍利国の大林少者にある重層な行動におられ、多くの修行僧に向かって、こうお告げになりました。これから3ヶ月の後、私は涅槃に入るであろうと。これを聞いた尊者の阿難は、すぐに座から立ち上がり、衣を整え、手を合わせて合掌し、釈迦牟尼仏の周りを3度回って礼を尽くし、ひざまずいて手をつき、合掌し、静かに釈迦牟尼仏のお姿を見つめ、全く目をそらしませんでした。また、長老の摩訶迦使用と弥勒菩薩摩訶薩も、また座から立ち上がって、合掌して、礼を尽くし、釈迦牟尼仏の尊いお顔を見上げて、深く仰ぎました。その時、阿難、摩訶迦使用と弥勒菩薩摩訶薩の3人の尊者たちは、声を揃えて、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ、釈迦牟尼仏が入滅された後、一体、どうすれば衆生たちは、菩薩としての志を起こし、妙法蓮華経を収め、正しい心を持って、唯一の真理の境地を思い続けることができるのでしょうか。どうすれば、無常の悟り、くたら三脈三土台を求める志を失わずにいられるでしょうか。また、どうすれば、煩悩を断つこともなく、目、耳、鼻、舌、身の五感を通して生まれる快楽への欲求である五欲から離れられないような者たちが、そのままで六根、目、耳、鼻、舌、身、意を清らかにし、様々な罪を消し去ることができるのでしょうか。そしてさらに、父母から授かった、この身のまま、属性の五欲を断たずにいながらも、どうすれば、あらゆる触りを超えた真実の姿を見通す、正常なる目を得ることができるのでしょうか。と、3人の尊者、阿難、摩訶迦使用と、弥勒菩薩摩訶薩はお尋ねしました。すると、釈迦牟尼仏は、阿難にこう告げられました。よく聞くがよい、よく聞くがよい。心を澄まして、しっかりとこれを思い巡らすのだ。これまで私は、領寿仙や、
その他の場所において、すでに、一なる真実の道について、詳しく説き分けてきたが、しかし、今この場では、未来の世において、多くの主将たちの中で、妙法蓮華経の無常なる教えを実践しようと願う、者や、普賢菩薩の行を学び、それを、自らの行として、歩もうとする、者たちのために、私はこれから、しっかりとその思いにかなう、修行の教えを説いておこうと思う。たとえ、普賢菩薩を好みで見ることができようと、または見ることができまいと、そのような者たちの過去のあまたの罪を取り除くために、今ここで、お前たちのために、私は詳しく解き明かしておこう。阿南よ、普賢菩薩は、東の方角にある、上妙国土に、お生まれになったのだ。その仏国土のありさまについては、華厳経の中で、すでに広く詳しく説いてきた。そのため、私は今、この経の中においては、その内容を簡略して説くことにしよう。阿南よ、もしも、出家する、者、在家の者、天や、龍などの八部衆、そしてすべての主将たちの中で、妙法蓮華経の教えを読受する者、妙法蓮華経の教えを実践しようとする者、妙法蓮華経の精神を心に起こす者、普賢菩薩の姿を見たいと願う者、他方如来の宝刀を拝みたいと願う者、釈迦牟尼仏とその分身たる諸仏を見たいと願う者、六根、目、耳、鼻、舌、身、意を清らかにしたいと願う者、こうした者たちは、まさにこの漢方である、普賢を感ずる修行を学ぶべきであるのだ。この漢方の奥読は、あらゆる触りを取り除き、極めて優れた、美しい仏の姿を目の当たりにすることができるのだ。その教えは、たとえ、深い禅定に入らなくても、ただ、この経を唱え、心に刻み、心を一つに集中して修行し、心と心が絶え間なくつながって、妙法蓮華経の道から離れることなく、最短で1日、あるいは3、7、21日のうちに、普賢菩薩の姿を実際に見ることができるであろう。もし、過去において、重い、業障がある者は、49日の後において、その姿を見ることができ、さらに、業障が重い者によっては、その一生涯のうちにその姿を見ることができ、さらに、業障が重い者によっては、次の二生涯においてその姿を見ることができ、また、さらに、業障が重い者によっては、三度目の生涯において、その姿を見ることができるであろう。このように、人それぞれが、過去に積んだ業によって、その果報は異なり、だからこそ、仏は、それぞれに応じて違った説き方をするのだ。普賢菩薩の体は、限りなく大きく、その声の響きも、限りなく大きく、姿形も、計り知れぬほど尊く広大であるのだ。普賢菩薩が、このシャバ世界に現れようと願う時には、自在なる神通力を使って、その無辺なる大きな体を小さく縮めて現れるのだ。このシャバ世界に生きる人々は、頓、仁、智といった三相が重いがゆえに、普賢菩薩がその姿のままでは、人々は真の姿を見ることができないからである。そのため、普賢菩薩は、知恵の力によって、白象に乗って、このシャバ世界に現れるであろう。その象には、6本の牙があり、7つの足で大地を支えている。そしてその7つの足の下には、それぞれ7つの蓮華が咲いている。その象の体の色は、鮮やかな白であり、その白さは、白の中でも最も優れた色をしているのだ。その白さは、ヒマラヤの雪山でさえも、比較にならないほどである。この象の体長は450由順であり、その高さは400由順にも及ぶのだ。そして、6本の牙の先には、それぞれ6つの美しい翼池があり、それぞれ一つ一つの池の中には、14の蓮の花が咲いていて、池の大きさにぴったりと調和している。その蓮華は、大空にそびえる真珠のように大きく、美しく咲き誇っていよう。
それぞれ一つ一つの蓮華の上には、一人ずつの玉のように美しい乙女がいるのだ。その顔は紅のように艶やかで、光り輝く天女すらも及ばないほどである。彼女たちの手の中には、自然に現れた5つのハープのような弦楽器である句語があり、その一つ一つの句語には、さらに500の楽器が変化して現れ、そのすべてが玉女たちに付き従う存在となっている。また、500羽の鳥たちもおり、ケリ、ガン、オシドリといった、そのすべてが宝石のような色をしており、ハスの花と葉の間に美しく住んでいるのだ。象の花の先には一本の花が咲いており、その茎の例えは赤い真珠のような光沢を持ち、その花は黄金色をしており、まだ開いておらずつぼみのままである。この光景を目にした者が、またさらに深く、三下し、誠心誠意、妙法蓮華経の教えを見つめて思い念じ、休むことなく続けるならば、その花は、すぐに開き、金色に輝き、まばゆい金の光を放つようになる。そのハスの花の台座は、建築家宝や妙本マニという、貴重な宝石の台座となっており、金剛の宝が花のしべとなっている。その上に、仏の化身が、この尊い蓮華台に座しており、また、多くの菩薩たちも、その尊い蓮華の花のしべに座しているのだ。そして、化仏の眉間からは、また金色の光を放っており、その光は、象の花の中へと入っていく。赤い蓮華の色となって、象の鼻から出て、象の目の中へ入り、象の目の中から出ては、象の耳の中へと入り、象の耳から出ては、象の頭頂部を照らして、ついには、金の台座を軽減させているのだ。頭の上には、3体の仏の化身がおり、一人は、金輪を手に取り、一人は、マニジュを持ち、一人は、金剛手を握っているのだ。その中の一人が、金剛手を象に向けて差し出すと、象は、直ちに歩みを始める。その足は、地を踏んではおらず、空中を飛んで浮遊しているのだ。地からは、7尺ほど浮かびながら、歩みを進めては、地面には印を残していく。その印の中には、1000本の矢を持つ車輪の模様が、完全に整って刻まれており、それぞれ、一つ一つの矢と矢の間には、一輪ずつの大きな、蓮華が咲いている。この一つ一つの蓮華の上には、さらに一匹の化象が存在するのだ。その象もまた、7つの足があり、化象たちは、大きな象の後についていくのだ。足を上げて、足を下すごとに、7000体の象を生み出す。このように、不言の白象の眷属となって、大象に従ってついているのだ。象の鼻は、グレンゲのような、鮮やかな色をしており、その上には、化仏がいて、眉間から光を放っていよう。その光は、金色にして、先ほどと同じように、象の鼻の中に入り、象の鼻から出ては、象の目の中に入り、象の目から出ては、象の耳に入り、象の耳から出ては、象の頭頂部に立っている。その光は、徐々に上昇し、象の背中に到達すると、今度は、金の蔵となって、尻尾できらびやかに飾り付けられている。その金の蔵の紙面には、尻尾で飾られた柱が立ち、多くの宝石で荘厳された宝の台座が築かれている。その宝台の中には、尻尾からなる蓮華の茎があり、その蓮華の茎は、100種もの宝で作られているのだ。その蓮華の台座は、これはまさしく最上の宝珠である、大マニと言えよう。そしてその台座の上には、一人の菩薩がおり、結跏趺坐して静かに座している。その菩薩の名を、普賢という。その実は、白玉のような白さであり、50種の光を放っている。それぞれの光には、さらに50種の色彩があり、その光は集まって、頭頂部から放たれる光となっている。その体の毛穴すべてからは、金色の光が流れ出している。その金光の先には、無量なる多くの化仏がおられるのだ。その多くの化菩薩には、それぞれ眷属たちも付き従っておる。普賢菩薩は、ゆっくりと歩みを進めながら、大いなる宝の蓮華を降らしては、法華経行者の目の前に現れるであろう。
その乗っていた象が口を開けると、象の牙の上には、先に登場した多くの池の玉女たちが、鼓で音楽を奏で、弦を弾き、美しい歌を歌っている。その歌声の響きは、非常に微妙で美しく、妙法蓮華経の真理である。すべての人が仏となることができるという教え、いわば、妙法蓮華経の真理である、一仏上を喜び称えておるのだ。そして、行者は、普賢菩薩の姿を見終えて、大きな喜びと敬意の心を起こし、また、さらに甚だ、人論である経典を、読受し、あまねく、十方の世界に渡り、無量なる多くの諸仏たちに対しても、心から敬意を持って賛嘆する。他方仏塔や、釈迦牟尼仏を礼拝し、合わせて、普賢菩薩や、多くの大菩薩たちにも心からの敬意の心を表して、このような誓願を口で発するのだ。もし、私に過去世から積み重ねてきた福徳があるならば、はっきりと、普賢菩薩を見立て祭りたいのです。どうか、尊きお方の普賢菩薩よ、私にそのお姿をお示しください。と、この願いを立てた後、昼夜6時、いわゆる昼も夜も絶やさず、十方におられる仏を礼拝し、三下の教えに従い行い、この妙法蓮華経を読み、この妙法蓮華経を唱え、妙法蓮華経の意味を深く思い、妙法蓮華経の内容を常に心に念じて、妙法蓮華経を実践する人々を敬い、供養し、すべての人々を見るときは、まるで仏を見るような思いとなり、すべての衆生に対しては、自身の父母を思うようにするのだ。このような思いと行いを尽くしたならば、普賢菩薩はすぐに、その眉間から仏の大いなる層の特徴である、白毫層の光明を放つであろう。この光が現れた時に、普賢菩薩は、その姿形は、威厳と美しさを備え、それはまるで、至金山のようであり、端正にして微妙であり、仏に備わる三十二層のすべてを備えておられるのだ。その体の多くの毛穴からは、強く輝く、大いなる光明を放っており、その光は、大像を照らして、像を、金色に輝かせるのだ。さらに、すべての化像もまた、金色に輝かせ、また多くの化菩薩たちも同じく、金色の姿となすのだ。その金色の光は、東方の無量なる世界を照らし、その世界すべてが、同じく、金色に染まるのだ。また、東を含む、南、西、北の四方、天、地を含むすべての方角も、また同様に、金色に照らしていよう。その時に、十方の世界のそれぞれ一つ一つの方向において、一人ずつの菩薩が、六本の牙を持つ白象の王に乗っている姿がある。その姿はまた、普賢菩薩のように同じく尊くありながらも、それぞれに異なる個性や姿も持っており、様々な形で現れて、私たちに教えや救いを施しているのだ。このように、十方の無量無辺なる多くの世界に満ちている化像たちまでも、普賢菩薩の神通力によって、妙法蓮華経を持つ者を皆、その姿をしっかりと見ることができるようにしているのだ。この時に、行者は多くの菩薩たちを見て、身も心も喜びに満たされ、その喜びのために、敬意を表して礼拝し、こう申し上げるのだ。大慈大悲の心を持つお方、普賢菩薩よ、私を憐れみ、思いやってくださるがゆえに、どうか私のために教えを説いてくださいませ。と。この言葉を説いた時に、多くの菩薩たちは、口を揃えて、それぞれが清らかな妙法蓮華経の教えを説かれ、様々な下をもって、行者を称えるであろう。この段階を、初めて、普賢菩薩を、観ずる最初の境外という。その時に、行者が、このような最初の境外を目にしたならば、妙法蓮華経の教えを心に深く念じて、昼夜忘れなければ、眠っている間に、夢の中で、普賢菩薩が現れ、そのもののために教えを説いてくださるのを見るであろう。
その夢は、目覚めている時と変わらぬほど真実味があり、普賢菩薩は、その行者の心を慰めて、このような言葉で語るであろう。そなたが唱えて、心に留めていた経文の中で、この一句を忘れていました。この下も忘れていました。と。その時に、行者は、普賢菩薩が深い教えを説かれたことを聞き、その意味を理解して、心に深く刻み、決して忘れることはないであろう。日々、このような体験を重ねることで、その心は徐々に鋭く、明晰になっていくであろう。普賢菩薩は、その行者に、十方のあらゆる諸仏たちを、心に深く刻み込ませるであろう。普賢菩薩の教えに従って、正しい心と正しい思いを保ち、徐々に内なる知恵の目となる、心眼によって、同胞におられる仏のお姿にして、金色に輝いておられ、端正で美しく、微妙な層を備えている仏の姿を拝見するようになるであろう。最初に一尊の仏を拝した後、また次の一尊の仏を拝するようになるであろう。このようにして、少しずつ、東方のすべての諸仏たちを拝するようになり、そうして、心の思いが次第に鋭く、清らかになっていくことで、ついには、十方のすべての諸仏を拝するようになるであろう。多くの諸仏たちを拝した後、心に深い喜びが湧き上がり、このような言葉を唱えるであろう。私は、妙法蓮華経の教えによって、偉大な菩薩を拝することができ、その菩薩の力のおかげで、諸仏たちを拝することができました。けれども、多くの諸仏たちを見たと言っても、なおも、未だ明らかに見るには至ってはいないのです。目を閉じれば、諸仏たちの姿を見ることができるのですが、目を開けるとその姿は、消えてしまうのです。この言葉を唱え終えた後、行者は五体として、頭、両手、両膝を地につけて、あらゆる十方の諸仏たちに深く帰依し、礼拝するのだ。そして、諸仏たちを拝み終えた後、ひざまずいて合掌し、このように唱えるのだ。諸仏たちよ、摂尊は、仏が備える十種の知恵と能力である、十力や、仏が説法する際に、一切の恐れを持たずに語る四つの境地である、四無為。仏だけが持ち、声聞や菩薩すら持たない18種の特別な徳である、18不具法。すべての衆生に、楽を与えようとする心である大事。すべての衆生の苦を取り除こうとする心である大悲。衆生を憶念し、法を憶念し、利益を憶念する、三年上、お持ちのお方でございます。常にこの娑婆世界におられ、そのお姿は、あらゆる美しさを超える、最も尊いお姿をされておられます。私に、何の罪があって、仏の姿をはっきり見ることができないのか、と。いかがだったでしょうか。本日は、仏説、観普賢菩薩、行法経をお伝えいたしました。この尊きお経は、その尋問なる内容ゆえに、動画としては、長尺となってしまうため、上、中、下の三部作となってしまう点を、ご承知賜りたく思います。冒頭でもお伝えしました通り、この行法経は、普賢菩薩のお姿を感ずる方法について、説かれています。三部作を通して、皆様が、日々の中で行を重ねていくことで、本日の経に説かれていた通り、夢の中において、六下の白象に乗る普賢菩薩の姿を見ることが、できるようになるという、まさに超神秘的な功徳を、賜ることができるのです。またその夢は、ただの幻想でもなく、目覚めている時と変わらぬほど真実味をもって、普賢菩薩が直接、私たち行者に対して、教えを説いて、あのくたら三が脈三土台の心、すなわち、仏となる心を起こしてくださるのです。釈尊が説かれた2500年が経過した、私たちが生きる現代において、末法や、俗悪の世と称されることもありますが、そんなこともございません。
この行法経に説かれる修行を実践し、普賢菩薩のお姿を夢の中に拝するという実体験を受け取ることで、仏の教えが今もなお生き続けている真の教えであることを目の当たりにし、その尊さを実感いただけることでしょう。私自身、この経に導かれ、21日間の行を実践し、六下の白像に乗る普賢菩薩と相まみえるという、まさに驚くべき功徳を授かりました。ぜひ、この尊き体験を、一人でも多くの皆様に味わっていただき、一人でも多くの方々に仏の知恵である、真眼が宿ることを心より願っております。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、仏説、観普賢菩薩、行法経の上についてお話ししました。次回は、仏説、観普賢菩薩、行法経の中の実践法についてお話しします。もしこの動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。